今回なんですけど、僕が前勤めていた不動産屋さんの、元先輩から久々にですね、お電話いただきまして、こう何やら僕らに対してちょっと一度見てほしい物件があるっていうことで、こうやって今ここから開けて入ったと。このドアを必ず閉める。家の中のドアは、開けっぱなしにしないで必ず閉めてほしいって言われて、これ聞いた時なんかその人はなんかその宗教的ななんかそういうルールがあると思ったんだけど、でその家っていうのが今から3、40年前に売り主さんが持っていたその土地の上に3人の家族が家を建てて住み始めたらしいんですよね。ただ今から6、7年ぐらい前にある日を境にその3人全員が失踪してしまったらしいんですよ。その古い子だってお会社で買ったんだけど、破格の破格でなんでだろうと思って、こうすぐに手放したいっていう感じで、でなんか焦ってたんだよね。そう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 。だけどその引き渡し直前に新しい買い主が会社に怒鳴り込んできたらしいんですよね。なんてもんを売ってくれたんだと。あの家にこう昼間にね下見に行ったと。そうしたらもう空き家だっていう風に聞いてるはずなのに、部屋の中に誰かがいる気配がすごくするし、あの家はおかしいって言うんですよ。こんな家よく売ってくれたなって言って怒鳴り込んできたらしいんですよね。でその時にちょうどその下見の時にその方は映像を撮ってたらしいんですよね。ここなんか見せてきたじゃんね、その人が。いや、ありえると思う、こんなこと。確かに君がそのもし興味があるんだったら一回物件見てほしいじゃんね。ああ、全然じゃあ一回ちょっとぜひ見させてもらってもいいですか？全然いいよ、それは。ちょっとトモさん閉めてないやん。いやいや、閉めた。出るときさ、閉めたよ。閉めてる。ちょっと一回閉めて。閉めよう。写真。うわ、本当だ。家族写真。そうだね。一回ちょっとこれしたんだ。なんだろう。84年。これはこの家に住んでた家族の写真か。3人だもんね。3人。これは母からだよね。そうだね。失踪前の写真なのかな。でもさ、これ、なんか3人とも同じ格好しない？本当ね。なんだなんかさ、宗教じゃないけど、なんだろう、こう。確かにこれはおそらく宗教的な何か。僕ら詳しいことは分からないけど、全部そうだね。そうだよね。その人はなんかその宗教的ななんかそういうルールがあると思ったんだけど、見たところその、僕らが知ってるようなよく耳にする宗教と仏教だとかとはちょっと違う印象を受ける、いわゆる新興宗教のような雰囲気だな。そう。これさ、いろいろ僕ら話を聞いたじゃないですか。この家に潜む何かから逃れるためにこういった新興宗教というかにすがったのか。それはあるかもしれない。あるかもしれないよね。全く本当に推測だけど。そうだよね。だとしたらちょっとこの奇妙な現象だとかも確かわからないね。でもそれはちょっとやっぱり来て早々ちょっとよくわからんことが来まくってる状況ではあるんだけど、一旦ここで僕が一人検証をねしてみると。やる？ここで？で一体何が起きるのか。もともとのここに住んでいたその家族である日を境に突然失踪してしまうと。
何か例えば失踪とか、夜逃げねしたとしても、例えば借金があってとかいうのがよくある話だと思うんだけど、どうやらそうではない。それにどんな理由があったのかっていうのも調べていきたいと思います。この場にね、身を委ねてみたいと思います。はい。では今からこの部屋で、一人検証を行っていきます。本当に今もう入って早々おかしなことが立て続けに起きてるんで、マジで何が起きても不思議じゃないような空気が充満してます。できればこの部屋から僕は出たくないんですよね。またこの部屋から出ちゃうと仏具のリンっていうんですか、鐘の音が絶対聞こえてくるんで、できれば出たくない。今、時刻は3時。ちょっと一回電気を消してみたいと思います。ちょっと今僕の真後ろに気配を感じて、ちょっと後ろ振り返れないです。分かりづらいと思うんですけど、今僕の目の前はこのカメラの画面だけが光ってる状態で、あと真っ暗。ちょっとこのまま定点にしてキッチンの方に行ってみたいと思います。本当にさっきからいないところで音がしてるな。これ本当にちょっと何者かの存在をものすごく感じる。ピンとかまったか。今の音。
なんで開いてんの？俺閉めたよな。何もいない。仏壇のリンを鳴らしてみたいと思います。ちょっと待って。前さ、はい。自分たちが行ってなんか撮ってくれた映像あるんで、見たんだけどさ、やばくない？やばいっす。どう感じます？結局さ、俺も契約がキャンセルになってるもんで、言ってましたね。そうなので改めて、売り主さんに電話で、はい。この家って事故物件じゃないんですかみたいな、何か隠してないですかみたいな感じ、そんな強く言ったわけじゃないんだけど、はい。そしたら事故物件ではないっては言うんだけど、そうなんですね。なんかね、煮え切らんというか、なんか全部はなんかこう話してない感じがしたもんで、一応こっちも契約が破棄されてるんですっていう、事実だからそれは。で、今後のことも含めて知ってることは全部言ってほしいって結構強めに聞いたじゃんね、その時。でさ、そしたら、観念したのかなんか知らんけど、なんかポツポツとこう、話し始めたんだけど、はい。この家族、もともと住んでた家族の、なんか奥さんとはこう、ちょくちょくこう、数年に一回ぐらいはやっぱ貸してる関係で話す機会があったんだって。そしたらなんかこの家に住んでた家族、一人息子がいるんだけどさ、はい。ある時から精神的にちょっと不安定になっちゃって、異常になんかこう、隙間を怖がるようになったらしいじゃんね。隙間。
暇恐怖症なんかあるじゃん。なんか先端恐怖症とかさ。最初はなんか奥さんもご主人も、こう精神的なものかなと思ってたらしいんだけど、なんか閉めたはずのなんか棚とか扉がなんかなぜか知らないけど開いてるっていう現象がなんかちょくちょく起きてたらしくって、そう、もうそんなまあ俺そういうの全然よくわかんないからありえないと思うんだけど、まあ結局それで奥さんも結構精神的に参っちゃったみたいで、その売り主さんからしても、その失踪したのもそういうことで病んじゃって、まあ療養なのか知らないけど、まあそれもなんか出てっちゃった原因の一つなんじゃないかっていうふうに言ってたじゃんね。ああ、なるほど。で、まあ、その売り主さんが、なんか内容が内容だと思うんで失踪を気味悪がって、この家にはなんか近寄ってなかったらしいんだけど、物件は物件としてあるからさ、その最近になって様子見に行ったんだって。はい。もう最近っていうと、売りに来られる少し前っていうことですか？ああ、そう。で、またこっからびっくりなんだけどさ、なんかその身に覚えのないなんか、見たことない新しい祭壇があったらしくって、その上に、その奥さんとご主人の、なんか家が置かれてたらしいじゃんね。マジっすか？マジ、ほんと意味不明と思って、もう最初から意味不明なんだけど、もっと意味不明になっちゃって。で、しかも、その、線香の匂いがさ、なんか残ってたらしくって、なんか部屋に充満しとったみたいで。ってことはだよ、これさ、炊いてからまだ間もないと思うじゃん、普通だったら。誰がっていうか。もうそんなん全然わからんよ。でも鍵ってその売り主さんとその家族以外って。いや、持ってない。で、なんか気味悪いじゃん。普通に逆の立場だと。めちゃくちゃ気味が悪いっすよ、そんな。で、まあ結局いろいろ勘ぐって、売りに出したみたいな経緯らしくって。